ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の安全保障問題です。岸田政権の数々の政策の中で安全保障問題は少なくとも前進している分野の一つに数えられるでしょう。もちろん理想とする完璧の状態はこれだといったものがあるのに対しては、ここができていない、あれができていない、これが検討課題になっていて実際に実施するかどうかわからないといった具合にして様々な突っ込みのポイントはあるわけですが、全体としてはこれまで進んでいなかった分野、例えば防衛予算の総額を上げていきましょうという総論について話が進んでいたり、反撃能力を整えるためにミサイルをもっと長射程のものを準備しようといった話なども実際に話が進んでいます。これは理想とする姿とはまだ程遠い部分があったとしても、しかし着実に前進していることがあることから、いわゆる0-100の考えさえしなければ基本的には評価すべき課題です。ただし、こういった防衛予算を増やしましょう、ミサイルを導入しましょうといった話をすると、必ずのように間違った批判というものも飛んでくるものです。今回の動画では、よくある間違った批判と、ではどのような考え方を持っていた方が妥当なのかについて解説を行っていこうと思います。まずは、長射程のミサイルを導入するにあたって、アメリカのトマホークミサイルを買うことから始めよう、そういったニュースから今回の動画はスタートします。トマホーク最大500発購入へ。反撃能力の準備加速。8年前に購入のイギリスは65発190億円。防衛省がアメリカ製の巡航ミサイルトマホークについて2027年度までをめどに最大500発の購入を検討していることが分かった。岸田首相はバイデン大統領との首脳会談で購入交渉を進展させる方針を確認し、反撃能力の保有に向け準備を加速させている。自衛目的で敵のミサイル発射基地などを破壊する反撃能力をめぐっては、自民公明両党は抑止力の向上に必要だとの認識で基本的に一致している。12月中に改定する国家安全保障戦略に保有が明記される方向で最終調整が行われている。反撃能力の具体的な手段として想定されているのは陸上自衛隊の12式地対艦誘導弾だ。ただ、射程を伸ばす改良が必要で、実戦配備は2026年度以降とされている。防衛省は改良された12式の配備が遅れたとしても、反撃能力を早期に確保するため、トマホークを導入したい考えだ。北朝鮮がミサイル発射技術を急速に進展させていることなどを踏まえ、最大500発の保有が必要だと見積もっている。アメリカの製造能力などとの関係で、購入の規模は今後変動する可能性がある。最後の部分でアメリカの製造能力との関係で、購入するにはちょっと調整が必要かもしれないという話が出ているのは、現在ウクライナで戦争が起こっており、アメリカ自身もトマホークミサイルの最新型については在庫を積み増そうとしていることが関係しています。トマホークは米軍が1991年の湾岸戦争で投入して以降、数々の実戦で使用されてきた。高性能は実証済みで、アメリカは売却先を厳しく限定している。アメリカ国防総省によると、イギリスは2014年に65発を計1億4000万ドル、日本円で190億円で購入した。アメリカ、イギリス、オーストラリアによる安全保障協力の枠組み、オーカスが昨年9月に創設されたのに伴い、オーストラリアにも売却を約束している。なお、2014年と現在では為替の問題もあって、日本円は安くなっており、その分だけ輸入する際には割高となります。トマホークミサイルはアメリカの精密誘導型巡航ミサイルで、射程は 1250km 以上、GPS 衛星の位置情報を活用し、目標をピンポイントで攻撃できる。最近では2017年、2018年のシリアへの攻撃などで使用された。アメリカのレイセオンテクノロジーズ製造です。なお豆知識なのですが、ウクライナの首都キーウからロシアの首都モスクワまでは750キロです。もしもお金さえ積めば売ってくれるというのであれば、ウクライナはおそらくトマホークミサイルを喜んで購入することでしょう。現在アメリカがウクライナに供給しているハイマース用の弾薬の射程距離は90キロです。さて、反撃能力を獲得するんだという話から、トマホークミサイルをまずは購入しようということになっているわけですが、そのための予算の裏付けとして今起こっているのが、予算全体を世界標準の GDP 比 2% に近づけようという動きです。この件に関して国民の理解は進んでいるのかを見ていきましょう。防衛費増額賛成 62%、野党支持層も理解。産経新聞社と FNN の合同世論調査では、
岸田首相が表明している防衛費の増額について、賛成との回答が約6割に上った。支持政党別では、自民党と日本維新の会の約8割、立憲民主党の支持層も約4割が賛成と答えており、野党支持層の間でも防衛費増額への理解が広がっている傾向が出た。全体の回答で、防衛費の増額について賛成と答えたのは 62.5% で、反対の 29.8% を上回った。年代別では、18から29歳の約7割が賛成だったが、30から50代は6割台。60代以上は5割台となった。防衛費増額の主な財源に関しては、他の予算を削って賄うが全体の 55%、国債を発行する 27.2%、増税する 12.8%、年代別では18から69歳の約6割が他の予算を削って賄うと回答した一方、70歳以上は 38.5% にとどまった。年金などの社会保障費の削減を警戒しているとみられる。反撃能力を得るために長射程のミサイルを導入すべきだというこの考え方、それ自体は別に間違っているわけではありません。実際問題、届く兵器が持っていないのであれば攻撃できないという当たり前のことになります。これは現在のウクライナの戦況から見れば明らかです。例えばクリミア大橋を直接攻撃することができれば、クリミア半島経由での鉄道での補給に大打撃を与えることができる。だから攻撃する手段があるのならば、喜んで使おうとウクライナ軍は考えるはずです。しかし、ウクライナにそれだけの長射程のミサイルはありません。また、そういったミサイルを供与してくれとアメリカに頼んでも供与してくれませんし、当然のようにお金を積んだから何とかしてくれという話をしても同じように売らないとなれば買うことはできないわけです。自国で技術を持っていて作ることができるのであればそうするでしょうが、事前に開発を進めていなければ実際に戦闘になってから研究開発をするのは非常に苦労するものです。そういった意味で現在の日本はアメリカとの関係において売ってほしいといえばそれに対してアメリカが売っていいよというこういった外交関係を持っています。そもそも日米関係が良好であるのに加えて中国の軍拡というのも非常に激しいものがありますから、日本が長射程ミサイルを持つことにアメリカも拒否感はないわけです。あくまでも具体的な話としては北朝鮮がミサイル発射実験を繰り返し、そして核兵器をそれに搭載する準備を進めているという問題があるわけなのですが、実際には中国の方がそれよりもはるか前、前世紀の時代から大陸間弾道ミサイルと核兵器を保有しており、それら中国の射程圏内にずっと昔から日本は含まれているわけです。しかし、そうした以前からの危険な状態というのは日本国民もあまり気にしてはいませんから、改めて北朝鮮が武装を整えることを一つ口実として長射程ミサイルの導入が進められようとしているわけです。こういった話に対して間違った批判の代表的な例は、国民的な合意が得られていないこのようなミサイルを導入するのは間違っているという批判です。日本の近隣国、北朝鮮や中国の軍事力の増大といったものは決して無視することができない話であり、またウクライナで実際に国家間戦争が起こっているという現実を見れば、決して戦争というものは机上の空論のものではなく実際に起こるものだという認識が日本国民にも改めて認識されることとなり、日本の防備を整えましょうという話への世論の支持率は上がっています。予算を増やしましょうとなってこれに反対する人たちも多いわけですが、しかし必要な予算ですよという考え方を持っている人たちが増えているのもまた事実なのです。少なくとも日本においては民主主義体制ですから、世論の動向として賛成者が多いというこの事実を大事にすべきでしょう。国民のみんながみんな反対しているのに政府が無理やり進めているという考え方、それ自体が実態とはそぐわないものです。次に間違った批判のポイントを挙げましょう。アメリカからトマホークミサイルを買うという話になって、アメリカから在庫処分品を押し付けられるんだ、もしくは欠陥兵器を売りつけられるんだといった話などをする人もいます。例えば欠陥兵器だという人たちは開発時の問題があったであるとか、実戦配備が進んだその年を基準にして現在までの改良ポイントなど一切無視するような形で、この兵器にはこんな問題があるとか、こんな昔に作ったものを今導入しても意味がないといったような間違った批判をします。まず第一に、兵器というのは常々グレードアップが施されるものであって、今から買うものはそうした様々な改良を加えた最新バージョンを買うこととなります。
冷戦のテクノロジーは受注生産をしているのであって、決して何十年も前に作られたものを今販売しているというわけではありません。今回日本が購入しますよとなれば、改めて契約が結ばれ、それに基づいた数の生産が行われるのです。ですから在庫処分品が押し付けられるといった話も全くの間違いですし、欠陥兵器が売りつけられるというのもこれまた全くの間違いです。記事の中でもあったように、すでにアメリカはトマホークミサイルをひたすら使っている時期というものがあって、その時に様々な問題は全て解消し、むしろ性能が向上したものが今は作られている状態です。ちなみに射程距離1250キロはどのくらいかというと、地図に少し起こしてみますが、東京を基準にした場合においては北朝鮮は大体入る距離があります。これは東京に配備するという少しありえない想定なわけですが、実際には西日本のどこかに配備するだけで北朝鮮をすっぽりと包みますし、またもっと西の方に配置すれば中国方面にも睨みを利かせることができます。もしくは船に乗せればもっとも中国方面に対する抑止力を確保することができるでしょう。またトマホークミサイルを導入するにあたって、これが最初で最後ではありません。記事の中でも書かれているように、基本的にはこれから国産のミサイルを開発し、それを主力とすることを目的としています。あくまでもそれまでのつなぎにしようという考え方です。トマホークミサイルはあくまでもアメリカ製の兵器であり、日本がこういった性能を持たせようと改造して全くの別のものをいきなり作り始めるといったことはできません。性能向上版、日本にとって必要な兵器はあくまでも国産のものを作り続けるという考え方をしています。例えばトマホークの場合であれば射程距離 1250km 以上だと言われていますが、日本が開発を進めようとしているのはそれよりも射程距離の長い射程 2000km、射程 3000km のものを想定しているそうです。そのようなものはアメリカに依頼して作るのではなく、日本国内で製造することが大事でしょう。そうでなければ必要な時に一気に量産しようと思ったとしてもなかなかできるものではありません。ただ一方で正しい批判というものもあります。今回北朝鮮を念頭にして反撃能力を得るためのミサイルとして導入するトマホークミサイルなわけですが、じゃあミサイルを発射するポイントであるトレーラーを直接狙えるのかといえば、ほとんどの場合うまくはいかないでしょう。というのもトレーラーに乗せたミサイルを狙おうと思った場合、そもそもちょこちょこと動けるわけですから、日本の少なすぎる監視映像の偵察情報では動き回っているトレーラーをさあ狙おうとなるとかなり困難なはずです。反撃能力というのはそうしたトレーラーに対する攻撃というよりも、トレーラーが止まっている状態のどこかの軍事基地であるとか、ミサイルを製造している工場であるとか、それに関連する施設といったものを狙うこととなるでしょう。ですからこれさえあればトレーラーを次々と撃破して発射能力を奪うことができるというわけではありません。ただ口が裂けても防衛省としてはそのようなことはなかなか難しいですよと言えないものですから、基本的には反撃能力を得るんだというかなりふわっとした説明をするわけです。しかしそれはあくまでも実戦上の話であって、抑止力を得るということがまず第一に必要な話です。存在しない兵器では想定することもできないし、相手も怖がることもありませんし、対応も考える必要がありません。しかし一度配備したとなれば、相手がどのような能力を持っているかといったことは相手方も考えなければなりません。そのような考えをさせることそれ自体がまず抑止論の始まりなのです。こうした兵器を導入することは、周りの国々が軍拡を進めているからそれに対応するんだということをまず第一に考える必要があります。日本が予算を増やして日本が軍拡の道を歩んでいるんだという指摘は全く当たるものではありません。北朝鮮にしても中国にしても基本的に軍事力は向上させてきました。中国の場合であれば20年前であれば日本と対して予算的な違いはありませんでしたが、この20年間中国は軍拡をひたすら続けてきました。予算は増額ひたすら増やし続けて、今や日本の4倍以上。北朝鮮の場合だと予算という面ではなく、軍隊を何とか維持する先軍政治を進めることにより、ミサイル開発を続け、核兵器開発を続け、それまでなかったような大陸間弾道弾を開発し、大陸間弾道弾に乗せるための核兵器の開発も続けています。こういった海外の状況といったものをしっかりと見る必要があるわけです。決して日本が防衛費を増やすとか兵器を増やすその理由として、日本自身がさあ他の国に攻め入ろうなどという野心があるわけではありません。日本の周りにはロシア、北朝鮮、中国という軍事力を行使することにためらいがない危険性がある国が
様々あり、そして実際に軍事力を増強させていること、これ自体が本当は見なければならない現実なのです。この現実を見れば、戦力を整えるために新たな兵器を導入するというのは、決して軍拡ではなく、現実的な対応として評価すべきことなのです。といったわけで今回の動画はここまで。日本が防衛予算を増やし、新たな兵器を配備しようとしています。日本の外の世界を全く見ない人はこうした動きに対して、日本があたかも侵略国家として復活するかのような間違った批判を行うわけですが、それらは全てが無知に基づいた批判であり、決して正当なものではありません。安全保障というのは常に自分の国の周りとの関係でどうなるかを考えるものであり、決して日本国内の話だけで終わるわけではありません。視野が狭すぎるとそのような外の世界を見ることを怠ってしまうものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をしていってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの考えをコメントしていってください。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。